突然ですが、今すぐ自分の鼻を触ってみてください。いかがですか？どういうことって思っても、まずは触ってみてください。あまりに突然でわけがわからないと思いますが、その理由は後で説明しますね。この動画をご覧になっていただけたということは、何かを続けること、習慣に多少なりとも興味があるということだと思います。あなたは何か大きな目標に向かって行っている習慣はありますか？例えば、3ヶ月で5キロ痩せようとか、毎日30分運動しようというような、運動やダイエットといった生活習慣に関する目標、資格試験や習い事のような仕事や勉強、趣味に関する目標など、今まで今年こそはこれをやろうというような目標を立ててきたと思います。その中で目標達成まで何かを続けられたことはありますか？ほとんどの方が目標を達成することなく、時には3日坊主、1日坊主といった形で行動をやめてしまったのではないでしょうか。そういう僕も立ててきたあらゆる目標をことごとく諦めてきました。これは本書の著者のお話。2012年の暮れ、彼はパッとしなかった1年を反省し、ここから自分を変えるためにフィットネスをやろうと決意しました。彼もまた様々な目標を立てては諦めるを繰り返し、失敗を続けてきた一人。自分を変えたいという意気込みは大抵2週間しか持たず、いつもそれぐらいが経つと何らかの理由をつけて諦めてしまっていました。今回こそは、とその場ですぐ30分の筋トレをしようと決めたのです。ところが、どうしても体が動いてくれません。やる気にならないのです。彼はモチベーションを上げるため、アップテンポの音楽をかけ、引き締まった体でビーチにいる自分を想像したりもしてみました。が、何をしても無駄でした。30分の運動は彼にとっては目の前に立ちはだかるエベレストでした。運動するという考え自体に全く魅力が感じられません。彼はひどい敗北感に襲われ、実際に敗北者でした。彼をおじけづかせたのは、単に30分の運動にかかる時間やそのための努力ではありません。自分が掲げるフィットネスの目標を達成するために、この先どれだけ多くの時間や努力が必要になるのだろうと思うと、そのあまりに大変な道のりに圧倒されてしまったのです。出発点から目的地までが遠すぎました。1年もトレーニングを続けるかと思うと、気分がずっしり重くなりました。つまり、彼は実際に何かを始める前から罪悪感を覚え、恐れをなし、勇気をくじかれていたのです。ここで彼はふと、本当にたまたま以前読んだ発想力を鍛える本を思い出しました。その内容を参考に逆転の発想はできないかと思いました。そこで30分の運動の反対にあるものを考えてみました。汗をかきながら不快な思いをして30分の筋トレをする代わりに腕立て伏せを1回だけするのはどうだろう。それ以上を自分に強いることなく、とにかく1回だけ腕立て伏せをすることを目標にしてみては。この馬鹿げた考えを最初は自分でも笑い飛ばしました。なんて哀れなんだろう。たった1回の腕立て伏せぐらいで何が変わるって言うんだ。もっとたくさん運動しなければならないことは分かってるじゃないか。とにかくもういいや。とりあえず1回だけ腕立て伏せをしよう。彼は床に手をつき、1回腕立て伏せをしました。ですが、それが彼の生活をガラリと変える1回になったのです。腕立て伏せの体勢に入ったとき、それが30分のトレーニングメニューを始めるときと全く同じ体勢だと気づきました。実際にやってみると、肩が抜けそうになり、ずっと使っていなかった肘はギシギシとなりました。筋肉が何年かぶりに目覚めたかのようです。それでも、休むことなくさらに何度か続けました。すでにその体勢に入っていたからです。その一回一回がとてもきつかったことを覚えています。立ち上がると、これでも何もしないよりはずっといいと思いました。この時点ではもうこれだけでやめるつもりだったのですが、その時、ついでに懸垂1回を加えるのはどうだろうという考えがひらめきました。たった1回、バカバカしいほど小さな挑戦です。そこで、懸垂用のバーをセットして1回だけやってみました。それから、あと何回か続けました。面白いじゃないか、と思いました。確かにきついけれど、想像していたほどじゃないぞ。結局彼は、この後腹筋も行っていて、
いつの間にかたった1回の腕立て伏せが絶対に無理だと思っていた30分の筋トレにまで発展したのです。彼は1年を通じてこの腕立て伏せ1回チャレンジを毎日続けました。大抵はそれ以上の回数をこなしました。ある夜はベッドに入ってから腕立て伏せをし忘れていたことに気づいたのですが、その場でパッとうつ伏せになり、ベッドの中で腕立て伏せをしたんです。これほどたやすく目標をクリアでき、記録を途切れさせずに済んだことが驚くほどの快感でした。後になって、この1回が自分の成功にとってどれほど大切だったかを知るのです。実は、彼のこのバカバカしいほど小さなステップ、つまり小さな習慣こそが、人が何かをやり続け、大きな目標を達成するための一番の方法だったのです。新たな習慣にしたいと思っている行動を、もっともっと小さい形にして、こんなに簡単でいいのと思うくらいの課題とし、それをほんのわずかな意志の力で実行すること。この小さな習慣が自分を変える近道なのです。本動画の冒頭で、鼻を触ってくださいとお願いしました。その理由は、小さな習慣の世界を少しだけあなた自身で経験してほしかったからです。鼻を触ったところで何か褒美がもらえるわけではありません。それでもあなたが実行したのは、鼻を触るくらいなら意識することなくパッと簡単にできると思ったからです。鼻を触るくらいのバカバカしく簡単な小さな習慣で自分を変えてみませんか？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は小さな習慣という本をご紹介したいと思います。冒頭でもお話ししましたが、人は誰しも何かを続けることが苦手なものですよね。僕なんて何度運動やフィットネスを誓い、様々な機器まで買いましたが、どれも3日も続きませんでした。でも、本書によれば、何かを続けるのには難しいことは何一つない。目標を小さく分解した最小の行動、小さな習慣を続けるだけで目標を達成するというのです。では早速、小さな習慣がどういう仕組みになっているのか見てみることにしましょう。まず、小さな習慣を脳科学の観点から見てみます。脳をざっくり2つの部分に分けて考えると、意識を司る部分と潜在意識を司る部分に分けられます。意識を司る部分は前頭前野と呼ばれ、考える、記憶する、感情をコントロールする、判断するなど、人間にとって重要な働きを担っている脳全体の意思決定を行う部分です。潜在意識を司る部分は大脳基底核と呼ばれ、特定のパターンを認識し、それを繰り返しています。この潜在意識の脳は、とにかく省エネ、効率が大好き。さらに急激な変化ではなく、ゆっくりとした変化だけを受け入れる性質があります。小さな習慣は、この潜在意識を司る部分である大脳基底核とうまく付き合う方法です。同じことを自動的に繰り返し、エネルギーを効率的に使うのは得意ですが、急激な変化が苦手。この大脳基底核に自動的に好ましい行動を取るように教え込めるとしたら、私たちのお気に入りのツールに早変わりするはずです。例えば、先ほどの鼻を触る行動のように、その行動をやるべきか否かに検討エネルギーを使わず、急激な変化が起こらない日常の延長となる小さな行動を繰り返すことで習慣化されていくのです。実際、この小さな習慣はどこが優れているのでしょうか？小さな習慣が優れているポイントは本当に様々あるのですが、ここでいくつかご紹介します。まず、小さな習慣はとても競争力が強いということです。そもそも人間には自分が思っている以上に習慣的な行動が存在します。新しい習慣を取り入れるということは、それらのすでにある習慣と競い合うことになるのです。ここで、例えば毎日30分運動するという生活を大きく変化させる習慣を取り入れようとしても、脳は大きな変化に抵抗しようとし、その結果、すでにある習慣にとって変わることが難しいのです。ですが、腕立て伏せ1回のようなあまりに簡単な行動であれば、深く考えることなくすぐに行動することができ、すでにある習慣にとって変わる、あるいはその合間に取り入れることができるのです。そして小さな習慣には、よし、やってやるぞといった大きなモチベーションなど必要はありません。腕立て伏せ1回を行うだけのほとんど無意識の意思だけで十分です。さらに、目標達成までの期日も必要ありません。
例えば、3ヶ月で5キロ痩せるといった期日を設けても、運動量や体調などの関係で、実際は何キロ痩せられるかなど、計算できないものです。小さな習慣は、目標達成までの期日は設けず、ただシンプルに小さな行動を行うのみです。ですが、気づくとこの行動が習慣となっており、いつの間にか大きな目標の達成につながっていくのです。では、具体的に小さな習慣を実行していくためのステップです。小さな習慣実行のためには8つのステップがあります。その中でも特に重要だと思う最初のプラン選びのステップをご紹介します。最初は小さな習慣として実践していく習慣とそのプランを選びます。まず、これから身につけたいと思っている習慣をざっとリストにします。そして、取り組みたいと思う習慣を複数選びます。小さな習慣のメリットに複数の習慣に取り組むことができることも挙げられます。身につけたいと思う習慣が他にもあるのに、一つの習慣だけに集中するのは辛く感じるはずです。一つの習慣のために数ヶ月間、他のことすべてを無視するには相当の自制心が必要です。でもご心配なく、小さな習慣なら一度に複数の習慣に取り組めます。課題が小さく、意志の力はほとんど必要ないので、プランに柔軟性があるためです。次に、身につけたいと思う習慣をバカバカしいと思えるくらいまで小さくします。1日に腕立て伏せ1回だけ？冗談でしょ？毎日1つだけ不要なものを処分する？意味ないじゃん。1日に2ページ本を読む？それじゃいつまで経っても本を読み切れないよ。何かがバカバカしいほど小さいと思えるなら、脳はそれに対して警戒心を持たないのです。腕立て伏せを1回することに抵抗を感じたら、腕立て伏せをする体勢に入る、あるいはもっと簡単に床にうつ伏せになるを目標にしても構いません。小さすぎて失敗するはずがない行動を毎日繰り返す。これが小さな習慣のキーポイントです。小さな習慣が素晴らしいのは、腕立て伏せ1回のようなほとんど意志の力が必要ない簡単な課題を繰り返し自分に強いているうちに意志の力が強くなっていくことです。さらに、わずかな意志で小さな習慣を始めた途端に刺激とモチベーションが高まります。1回の腕立てを行うともっと続けたくなってくるのです。また、そもそも言い訳や失敗を恐れる必要がないくらい小さな課題のため、どんな状態でも続けることができるのです。ちょっと体調が悪い、少し気分が乗らないという意識を言い訳にする必要がない小さくて簡単な課題だからです。それを続けていくことで本当の習慣として定着し、やがて大きな目標を達成できてしまうのです。皆さん、小さな習慣はいかがでしたか？それ以上小さくすることができないバカバカしいほどシンプルな課題にしてしまうことが、結果大きな目標達成につながり、自分を変えることができるんです。人間の脳の仕組みって本当に面白いなと改めて感じました。本動画では紹介しきれませんでしたが、本書には小さな習慣の仕組みや実践ステップについて、より詳しい興味深い内容が説明されていますので、気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。